はい、おはようございます。中田です。はい。そういうこと？よしぐです。おー、始まってるよ。試合が流れるのかと思ってた。流れない。はい。福田さん。はい。レオシグさん。はい。いつもつつかれるからね、ここね。今回はね、はい。ちょっとした企画がありまして、はい。あなたを再び長田家に呼びつけました。はい。ちょっと編集画面見てちょっと察したっぽいんですが、そうですね。はい。今回は、題して、長田のなるんどれだ選手権村本のあれですね、ケルティムの。もう平たく言えば。平たく言うと。今回はね、俺含めて、うん3人分のノルンシテを取ってきました。3人分、はい。はい。2人の協力者は、はい。超インフィニティと、はい。コタングです。あいつ俺、何も聞いてないんだけど、コタングから。だって俺が言うなって言ったの。そういうことか。いやでもさすがに分かりそうだけどね。いやでも、やはりね、うん。2人とも、プレイヤースキルが高めの人間じゃないですか。はい。結構属性としては、おそらく俺と似たような感じだと思うんで、ね。まあ、でもね、さすがにね、あんたのステビリーは分かる。俺、なんで見てきたと思ってんすか。なるほどね。はい。そう言われると思って、彼らに一つお題出しときました。俺をインストールしてるだけ難しくすんだよちなみに2部編成で、はい、一部は、自分を永田を取り入れつつ、でも普通に動いていいよみたいな、後半は、頑張って永田になってくれってわかりました。そういうわけなんで、とりあえず、全員分の視点を3人分の視点をさ、フルで見るのはちょっと疲れるかもしれないんで、ちょっと軽く切り抜いて、1人の視点を1分ちょい超えあたりのみたいなんでよろしくお願いします。お、始まったな。なるほど、こういう形で。こういう形でね、もうパッとね。はい、わかりました。ちなみに、特定されないようにゲージデザインもね偉いねところね徹底してるんだね。とは言っても翔くんは置いといて、俺コタングの動きも分かりますからね。なる。正直俺も適当に並べすぎて今これ誰の視点を再生してるのか分かんないんだよな。見てみましょう。そうですね。こんな感じでちょいちょい切り替えて。分かりました。ダイジェスト式ですね。はい。いやなんか長田ってステビリが出てたが、これ同じ人だよね、今んとこ。そう。でもなんかさっきのね、メイン横サブ連打してる感じ長田っぽくないんだよな。なんか雑に俺ノルン触ってますよアピールが感じ取れるんだよな。なんかサルマネっぽい感じですけど、どうなんだろう。ちょっとまだ見ましょう。まだね、この人のやつは終わってないんで。長田ポイント低めか？いや、わかんないけど、これで長田だった時のあれが怖いんだよな。なるほどね。じゃあとりあえず1人目はこれでしよう。難しい。じゃあ間髪入れず次行ってみる？わかりました。じゃあこれ2人目です。2人目了解。もうすでに NTD した状態ですね。でもなんかこうやって見るとノルンなかなか判別つきづらいな。ねえ。ちょっと永田ポイントを頑張って探してみてくれ。いや、なんか今の BD 学 BD 学からの燃え捨て読者はなんかシャレぶってるな。なんかコタングっぽいな、これ。わかんないけど。なるほどね。そう、なんかこのでもどうだろう。あんた最近の動画で BD 学使ってたもんな。そうだね。いや、わかんねえ。これでもね、長田ノルンね、修正後結構動きが変わってるからなんとも言えんが、どうだろう、なんかでも捨て、いやでもこれ中田っぽい。わからん、ちょっと待て。中田っぽいぞ今のは。じゃあ2人目はこれで終了。結構短いのね。さあ、だからこれが3人目ですね。これが3人目です。この短い1分ちょいのね。これがね、むずいんだよ。試合通しなら分かりそうなんだがなかなか難しい。なんかでも生地無難にやってるのはちょっと翔さんっぽさがあるんだよな。なるほど。翔さんって立ち回り結構攻防メリハリつけるから、ヒットアンダーウェイ。特にね、こういう永続強化系は慣れてるからね、彼は。そう。そこら辺でちょっと翔さん目線で今見ております。どれが人狼なんだ。ノルンってキャラがまあまあ分かりにくいんだよな。確かに言われてみればそうだな。でもなんか特殊結構いやでもなんかこの寒さ翔くんっぽいけどな。でも長ちゃんもでもコタングではない、これ。これはわかる。コタングではなさそう。確かにその3人の中でアイスエイジ寄りなのは翔と俺だね。そうだね。コタングはね、もうちょいサルマネ感がね出るはずなんだ、あいつ。バカ失礼できた。ファッションノルンなんだよ絶対、あいつのは。いや、どっちだろうな。ということで、終わり。3人分見ましたね。やべえ、待って、ちょっと待って、1人目もう一回見ていい？
1人目これだよね。特殊メインでサーチ AI 特殊メイン使ってる。この全員がちゃんと振り向き、横サブ N サブやってんの偉いな。偉いんだよな。いやでもね、これコタングっぽいんだよな、なんか。逆に俺以外もじゃあ当ててみるか。ながちゃん2試合目な気がするんだけどな。ちょっと2試合目見ていい？はい、2試合目です。はい。これがね、俺永田で見てるんだけど、この特殊横サブ使ってる感じも前に動画で見たことあるし、ね。はい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 。でも、いや、どうなんだろうな。なかなか、なんか今のノルンってさ、前ほどステビリティ使わんやん。特殊メインとか使うから。まあ NDD と確かにね。そうそう、ちょっと判別もつきにくいとこではあるが、永田っぽいんだよな、これ。じゃあ2番目が永田、2番目永田、1番目ゴタング、3番目翔くんかな。はい、わかりました。これ間違ったら相当恥ずかしいけどね、俺。では1本目から開示していきましょう。はいはい、1本目。はい。こちら。そうだ、いや、1本目は翔ね。なんか翔くんっぽくない。あれじゃあ3試合目が中ちゃんか、もしかして。3試合目が永田ということで。ちょっと待って。よろしいか。いや、待って、じゃんけんで決めよう。わかんない。わかんない。で、3試合目中田で。じゃあ行くぜ。はい。ファイナルアンサー。はい。早くしてとりゃーおめでとうございます。マジで冷静になった。素晴らしい。一お手つきだね。一お手つき。素晴らしい。まあ。で、こちらがね、コタングですと。なるほどね。まあでも一番ノルに真面目に向き合ってるからこそ、一番寒い立場になってたと。いいコメント残していきやがる。いや、逆に小コタがなかなか見分けつきにくかったな。コタングが猿真似うまいの知ってんのよ。猿真似がうまい。でもなんか、翔くんもここまで似せてくると思わなかったからマジで分かんなかった最初。いやでもここからはね、はい、もっとむずいかもしれない。そっか、第2ラウンドがあります。はいはい、わかりました。いやまあでも1回見たんで、次があれ難しい、もっと似せてきてるやつ難しいかもね。まあ1回目なんだかんだ当てたんでね、任せていただきたい。じゃあまず1試合目よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。勝ち。はい。とは言ってもさっき通りに見れば分かりそうだけど。まあ確かにね、コタングは猿真似がうまいという情報が新たに。で、翔くんは割とギャップでなんだかんだイケイケ乗るん。ギャップもやっぱり一番手堅いのを探していくのが丸そうっすね。なるほど。さあ、猿真似がギャップ萌えの地雷系か。ちょっと待って、まずね、乗るんやっぱ分かりにくいよこれ。いやでもどうなんだろう。これまだ同じ人だよね。同じ人です。いやでもこの無難にやってる感じはちょっと永田っぽさがあるけど、どうなんだ。まだ分からんが、なんか分かりやすいシーン来ないかな。まだまだね、結構。分かんねえ。やべえ、これ面白い仕掛けてる側。ムカつくこれ。なんかさっきからね、横サブめっちゃ当ててんのよね。確かに。つまるところ、ノルンの今の横サブの仕様にかなり慣れてるから。長ちゃんか、でもコタングも結構ノルン動画撮ってたから。そう、彼もね、いや、採用したのそこもそうなんだよ。なるほどね。ショーもコタもやってるから。撮ってんだよな。というわけで1試合目がね、終わりですけども。翔くんっぽいけどな。じゃあ次行きましょう。勝ち。さあ NTD からスタートですね。そうですね。私も生地だと後ろに下がんないといけないからな。マジで見分けがつかなくなる。やっぱ NTD がなんだかんだ一番わかりやすさはあるが、でもどうなんだろう。これでも永田に寄せてる視点って考えてみた方がいいかもしれんな。新しい視点をね。ハイドボンボが。いや、なんか一番さっきより永田っぽいんだよな。いやなんかね、すげえ細かいんだけど、マグナムをねちゃんと3発撃ってんのが多分ね、小コタだとメイン特殊で撃つんよ。でも多分あんたの場合はちょっと癖で、昔の癖でマグナムズンダしとるが、いやでもこれコタングもやりそう。今の風格。いやそううまいんだよな。そういやでもちょっと待ってね、まだ見たい。まだ見るよ俺は。いや
いやでも今プレッシャー受けた。プレッシャー読みしたのは、プレイヤースキルが伺えるってことは、なんかね、でもコタングっぽくない。なんかコタングはこういうの期待の動き。これは永田ザク。なるほど、もう早くもだが、多分ね、2試合目が永田ザクと。決め手はプレッシャー読みと、マグナムのズンダの癖と、あとは最後の BD 角ダイブのやつ最新の動画で見た。でも確かに直近でやったな。それを真似てきてる可能性もある。でも今のキレは永田な気がするけどな。とりあえず2試合目は永田と一旦ね。暫定ね。暫定ね。この企画思ってる面白いわ。俺地獄だよ。はい、じゃあいきますよ。はい、かかってこいや。俺あと気づいたのがさ、正午たマジ見分けつかんだよ。俺の人生に来るよなかったな。このみんな BD 角から特写やるね。このまあ確かになんか特に気にしてなかったけど、確かにみんなやってんな。でもなんか中ちゃんに似せてこの行動めっちゃこするかな。なんかもっと雑にステビリこすりそうだけどな、彼は。彼らね、思った以上に仕事をしてくれたようだね。いや、マジでややこしいことして、いや、こいつもだいぶ使ってる。もう今更だけど、みんなに V 角使うように言ってます。ふざけんな、マジで。なるほどね。で、これ一回 NTD 入って、無限ですね。ここのちゃんと熱波してんのは偉いと。やがり CS。いや、でもなんかみんなやってんな。いや、でもなんか、いやでもなんかね、今のステビリちょっとキモい。今のステビリなんかね、わざとらしさ感じました、僕。なるほどね。このステビリなんか変。なんか変だからちょっとまだ見たいな。なんか変。いや、これは永田ではない。なるほど。わざとらしいから、多分この小賢しいわざとらしい感じは須田さんでしょう。なるほど。ということで、じゃあ1試合目翔くん、2試合目長ちゃん、3試合目コタング。なるほど。一応ちょっと1試合目見てみます。オッケー。心ゆくまで見なさい。こっちの方が自信あるんだよな。2回目ちょっと自信あるかもしれない。俺も本当にね、多分間違ってたね。もうやばい、俺家帰るかもしれない。これは翔？これ翔くんで見てる一応。どうなんだろうな。1試合目が一番ちょっと特徴少ないんだよな。でもなるほどね。特徴がないのが特徴がないのが難しい。でもね、次元強化のメリハリがついてる感じが。でもさっきそのパターンで中ちゃんだったからな。なんとも言えない。確かにこの中でこういう永続に特化してんのは翔だね。翔くんだね。ただ一人。でもどうだろうな。なんかあえて永田っぽくない視点を永田が採用してるという小賢しいパターンもあれ。これね、マジで深読みしちゃうんだよな。いやでも一番特徴ねえんだよな。でもこの視点、この寒い。いやでもなんかステップがな、キレあるな、非常にな。なんでな、これ。うせえ。やべえ、いや待って、これ考えれば考えるほどドツボにはまるやつだな、これ多分。なるほどね。シンプルに見よう。シンプルに特徴ない、この人多分。なるほど。無味無臭。ジムカスタム。なんかもう噛んだ後ガムみたいな感じしてる、これ。いや、でもこの盾。いや、これプレイヤースキルがにじみ出てる翔くんだ、これ。じゃあ、小長田コタングでお願いします。では1本目翔、2本目永田、3本目コタングということで、そうやって改めて読み上げられるとやっぱこれ自信なくなんだよな。ファイナルアンサーみたいな。いや、まあファイナルアンサーで。じゃあ1個目で見ていきましょう。これは永田ではない。絶対に永田じゃない、これ。怖い。こんななんか味ねえしてんだよ、お前。じゃあこれやられたわ。じゃあまだ挽回できる。じゃあここでじゃあ2本目3本目合ってたらじゃあこれ帳消しにしよう。わかりました。3試合目はクセステビリだろう。クセステビリは絶対コタングだ、これ。いや、これで合ってる。2試合目翔くん、3試合目コタング。ステビリを翔くんがしてたら俺友達やめる。じゃあこの嘘くせえステビリ嘘くせえステビリ視点絶対津田さんです、これ。ではこれを外したら津田、そして永田とはこれからもう永田正体追放。永田正体追放ということでよろしいか。いきますよ。早く押せよ、こいつ。はい。怖いよー。絶対コナンク、これ。
はい、見てます。はい、3、2、1。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。わかんなかった。俺はもうダメだ。てかさ、もう一個思ったことあって。はい。小団子置いといてさ、翔くん真似うまくない？さあ、見抜かれただけでさいやでもね、こいつらうめえこいつらマジ擬態型なんだよでも小団子はやっぱ長いことやってるからまだわかんだけど、本当にわかんなかった翔くん。なんかね、マジで永田っぽさを醸し出してきた。ムカつくなーこれ。いやーよかった。協力してくれた2人ともありがとうね。相当人選上手だったねこれ。いやマジわかんねえもんだなこれ。俺逆にこれさ、福田バージョンやりたいんだけど。俺なんか仕掛けてる側超面白かったからさ。なるほどね。いや真面目に答える側もね面白かったっすよこれ。なかなか。よし、じゃあちょっと面白かったところで終わりましょうか。はい。ちょっと悔しい結果には。めっちゃ疲れてるこいつ。悔しい結果にはなってしまいましたが。まあ。はい、じゃあ終わりましょう。はい、です。はい、じゃあお疲れ様でした。